はい、どうも、てれんです。ちょっと今回変わったところからオープニングを撮ってるんですけど、ちょっと前に包丁紹介動画っていうのを公開したと思うんですけど、視聴回数こそ伸びなかったんですけど、包丁の研ぎ方をっていうリクエストを数多くいただいてまして、今回はそれにお答えする動画でございます。で、ただ僕自身があんまり包丁研ぎに精通した人間ではないので、僕が言ってることが 100% 正解かって言われたらそうではないかと思うんですけど、何かのご参考になればいいなと思います。それでは早速本日も研いでいきましょう。今回の動画は前回の包丁紹介動画の内容と結構重複するんですよ。例えば包丁の作り方とか、材質とか。なので前回の包丁紹介動画をご覧になられた上で見た方が多分分かりやすいかと思います。一応動画の概要欄に前回の包丁紹介動画の URL も貼っていると思いますので、そちらをチェックしてもらえたらと思います。では参ります。でもさ、包丁ってこういった両刃の包丁と片刃の包丁って2種類が大きく分けられるんですけど、もちろんこっちとこっちで研ぎ方が違うんですよね。なので今回はこの2種類の包丁の研ぎ方をそれぞれご紹介していこうと思います。僕なりのね。で、まずそもそもなんでこの両刃の包丁と片刃の包丁の研ぎ方を変えなきゃいけないかっていうと、それぞれの刃の形を変えないっていうのが一番大きな理由で、両刃っていうのがこういった両方から刃がついてる形の包丁で、片刃がこういった片方にしか刃がついてない形状をしてて、力が働く方向が、両刃がまっすぐ下方向に力が向くのに対して片刃の包丁ってこっち側の左下に向くんですよね。こういった大根とかを切ると分かりやすいんですけど、こういった両刃の包丁やとこういう風にまっすぐスパーンと切れるんですけど、こういった片刃だとまずそもそも切りにくいし、左斜め下方向に行くんですよね、刃が。でもそのおかげで、これ柳刃ですけど、出刃包丁とかで中骨から身を剥がすとき、こういった角度で持ったときにまな板と平行な方向に力が向くんで剥がしやすくなるんですよね、ズバッと。だからこの両刃が片刃っぽい刃になってしまったら野菜が切りづらいし、逆にこの片刃が両刃っぽい刃になってしまったら魚がさばきづらいし、それぞれの刃の形に応じた研ぎ方をしなくちゃいけないんですけど、ここから先はどういった研ぎ方をしているかっていうところに入っていきます。で、今回の動画なんですけど、こちらのダマスカス切り付け牛刀と柳刃包丁とホームセンターで購入した三徳包丁っていう3本を使用しまして、全部で4部構成にちょうど思います。で、今回4部構成の順番なんですけど、今、砥石を水につけたばっかりっていうのもありまして、1部が表面のメンテナンス、2部が両刃包丁、3部が片刃包丁、で、4部が自分の好きなように研いだっていいじゃない。こういった順番で今回は行こうかなと思います。でも先に僕の包丁研ぎの持論というか、そういったものをお伝えしておきたいんですけど、僕の包丁研ぎは自分が使いやすくて、で、研ぎやすくてやりやすい方法でやってます。実際に板前さんから聞いた内容を、自分なりにここまではやらんでいいかなってとこを省いたりとか、こういった風にやった方が楽やなっていう風に自分なりに咀嚼して、自分の中に落とし込んだやり方なんで、ちょっと賛否両論あるかと思いますけど、あくまで谷崎流の研ぎ方っていう形で見てもらえたらなと思います。それでは早速本編へどうぞ。1時間目。まず表面のメンテナンスなんですけど、確か前にも金子さんとかからも言われたし、実はココゴロキッチンの大西さんからも言われてたんですけど、結構表面仕上げにしてるんですかって言われるんですけど、正式な表面仕上げにはまずしてなくて、結構 YouTube 動画でも上がってると思うんですけど、みんなこういった耐水ペーパーとかで表面はピカピカに磨いてると思うんですね。僕ちょっとこれが苦手なんですよ。なんかちょっと包丁がね、かわいそうというか痛そうというか。なので僕はこれはしてなくて、基本的にはこのクリームクレンザーで表面を磨いてるだけって感じですね。で、磨く理由としては、ここら辺がわかりやすいかな。ここのとこちょっとくすみがあるのわかりますかね。こういったくすみを落としたりとか、あとは表面上にちょこっとできたぐらいのサビやったら全部このクリームクレンザーと落ちるんですよね。もう刃の中にまで赤サビというか、ああいったのが入り込んじゃったらもう取れないんですけど。前置きはここら辺にしておいて、早速メンテナンスというか、磨いていきましょうか。で、表面を磨くときに使うのが、この大根ですね。で、大根は大根でも、この大根の頭のところですね。で、僕はこれを、こげな風にして四角形にして僕使います。だから大根料理をした時はいつも磨いてますね。いい機会やと思って。まずこういった汚れてもいいタオルの上に包丁を置いて、全体的に包丁をちょっと水で湿らせて、で、クレンザーをちょっと垂らして、大根の葉っぱのとこ持って、あとはこするだけ。
この包丁研ぎ用のヘチマのスポンジとか、あとちょっと硬いスポンジとかも売ってるんですけど、やっぱこの天然素材というか、これが一番優しく包丁に当たるかなと思うんですよね。結構料理屋さんとかでも実際に使われてる方法ですもんね、これ。ただ表面磨き用のスポンジとか、ああいったものと比べるとちょっと効果は薄いというか、ちょっと優しすぎるかなって面もあるんですけど、結構頻繁にこれをしてれば案外落ちるもんですよ。こっちの面が終わったら反対側も同じように磨いて、でもこれ耐水ペーパーと違って包丁がシャワー浴びてるみたいでしょ。気持ちよさそうというか、僕はこっちの方が好きなんですよね。そしたら最後に包丁の背の方もしっかりと磨いてあげて、最後にこれを普通通り洗ってあげれば、はい、完成。これでさっきのくすみなんかも落ちて、ずっと繰り返してるとこういう風にもう指が映っちゃうぐらいピカピカになっちゃうんですよね。んで磨いてる時包丁いたわってんなーっていう気持ちになれます。ということで、まず表面のメンテナンスは終わり。これをだいたい僕包丁とか研いだ後の最後の仕上げにしたりするんですけど、今回順番が入れ替わっちゃいましたね。では2部に行きましょう。2時間目。まず僕の砥石なんですけど、普通にスーパーとか量販店とかで買えるような、こういった普通の砥石ですね。で、まず粗さで言うと、粗度が400番で、中砥石が1000番。で、仕上げ度が3000番ですね。こういった石の砥石じゃなくて、セラミック砥石とかも売ってるんですよ。硬くて全然削れない砥石。で、しかもこういう風に水につける必要もないっていうようなやつ。あれが欲しいなと思ってる今日この頃です。で、これ水につけてだいたい僕10分ぐらい置いてますかね。泡が出なくなるまでね。で、これはもう泡が出なくなったんで、早速研いでいこうと思います。まずは両刃からですね。ただ実際、もうこの両刃はもうバッキバキ研いでるんですよね。あんまり研ぐ必要はないんですけど。で、僕の研ぎ場はだいたいこのシンクに面したここですね。ここに吸水タオルっていうか吸水シートを置いて、この上にいつも置いてます。本当はね、固定するやつとかがあったらいいんでしょうけど、でもこれが思い立った時にパッとできるんで楽なんですよね。ではまず中胴から研いでいきましょうか。ただこのまんまだとまだ塗装がないんで、あんまり研げないので、まず砥石同士を擦り合わせて、塗装がついたら準備 OK。で、僕はいつも必ずこの手袋をするんですよね。これしないと爪の間が真っ黒になっちゃうんですよね。まずこういった両刃包丁って両方に刃があるんで、両方から研がないといけないんですよね。で、気持ち的にだいたいこっちで研ぐときが6割。で、逆側を研ぐときが4割って感じですかね。こんぐらいの割合で研ぎ分けると、綺麗な均等な刃がつくらしいです。でも当てる角度なんですけど、結構10円玉2枚分、3枚分、7枚分とか、結構いろいろとあるんですけど、これも好き好きやと思ってて、角度を上げれば上げるほど、鈍角な刃がつくというか、ちょっと切れ味は悪いけど、刃こぼれしにくい丈夫な刃になるし、コイン2枚分とかのこういった角度でやると、シュッと鋭利な刃になって、切れ味はいいけど、ちょっと刃こぼれとかしやすいっていう刃になるし、好みと思うんですけど、僕は結構鋭利な刃が好きなので、だいたいコインに3枚分ぐらいかな。で、このぐらいのサイズの包丁やったら、1回、2回、3回、4回の4つに分ける感じかな、包丁を。4ブロックに。で、4ブロックとも均等に研いでいくと、刃が、形が変わらず済むかなと思います。では、研いでいこう。今ので、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,42,3,4,5,6,7,8っていう4つ研いだんですけど、これを同じようにまた4ブロックともやっていくって感じですかね。数えながらやると、ここだけ研ぎすぎてどんどんここがちっちゃくなっていくとかがないので、基本的には全部同じ回数ずつ研いでます、僕。そしたらこっちも同じように、全部研ぎ終わったら裏側確認して、返しっていうかバリって言うんですけど、触ってみてつるんっていかずガサガサってするんですよね。今で言うと、ここら辺はもうバリが出まくってて、ここら辺からないですね。全体的に出てきたら、あとは出てない部分だけを磨いてあげて、またこっちもバリが出てきたら、次は反対側。もちろん、こういう風に研いでもいいんですけど、ちょっとここがしにくいので、僕は持ち替えてやる派ですね。
で、逆側もバリがまた出てきたら、軽くバリを返して、また裏側も返して、バリがなくなればとりあえず中砥石は終わり。こっちの仕上げ砥石も同様にまず特素出して、中砥石と同様に研いで、中砥石同様いい感じに研げたら、ちょっと今刃が鋭角すぎるんで、ちょっと刃こぼれとかも怖いので、ちょっと刃先を丸くしたいんですよね。これまで2枚分やった角度をちょっと上げて、これでおしまい。確かこれが留め刃とか、小刃止めとか小刃合わせって言うんですけど、これしてあげると、刃が長持ちするって言うんですけど、まだ僕実感したことはないですね。あんま変わんないと思うんですけど、気持ち的に。あとはこれを食器用洗剤で洗って、これで完成。バッチリですね。特に切っ先がバッチリですね。一応試し切りしてみましょうか。こういった鶏もも肉とかやったら、皮まで一発ですね。気持ちいいね。あ、最後忘れてました。研いだ後、このキッチンペーパーとかの上でこういう風にこすってあげると目に見えないというか細かいバリまで取れますんで、本当は新聞とかがいいんですけど、ちょっと我が家は新聞を取ってないので、いつもキッチンペーパーですね。とりあえずこれで両刃包丁の研ぎは終了ですね。いい刃だ。まず鶏肉に小麦粉を打って、皮を剥いて食べやすい大きさにカットした大根を焼いていく。焼き目がついたら取り出して、でかつおだしが10に対して酒が1、みりんが1で醤油1で砂糖1。そうしたら鶏肉を加えて、2、3分湯がいたら硬くならんごと一度取り出して、ここに大根を投入。さらに冷蔵庫に余ってた椎茸も投入。あとはこのままジブジブ10分間。10分経ったら鶏肉を戻して、さらに軽くジブジブすれば完成。本当はね、一度これ火を止めて一晩寝かせたらもっと美味しくなるんですけどね。鶏肉と焼き大根のジブ煮と大根の皮のきんぴら。3時間目。続いてがこっちの片刃包丁ですね。両刃よりこっちの方が多分簡単だと思うんですけど、これも大事なのは角度ですね。で、この柳刃包丁もバッチリ研いであるので、もう仕上げ度だけで研ごうと思います。また同じように特素を出してあげて、でこの真ん中のしのぎ筋からこの刃までのこの面を砥石にビタッとつけて、このまんまこの面全体を研いでいく感じ。ただこの切っ先の部分に関しては、なんていうかな、包丁の根元をちょっと上げる感じ、こういう感じ、極論言うと。っていうのも、こうやって見ると分かりやすいと思うんですけど、ちょっと切っ先浮いてるの分かりますかね。なので、ここを当てようと思うと、ちょっとだけ包丁を上げないといけないですよね。だからちょっと上げて、特に柳刃は切っ先が鋭くないともう全然切れないですもんね、刺身が。で、こっち面研いで、こちら側に全体的にバリが出てきたら、ここの面全体をビタッとつけて、1回、2回、1回、2回、1回、2回。バッチリ。で、こちら側にバリがないか確認して、で、最後にまた小刃合わせですね。ここの面に接した時よりもちょっと上げて、あとはこれを食器用洗剤で洗えば、これで完成。
バッチリですね。じゃあこっちも試し切りしてみましょうか。今日の試し切りは、切り応え抜群なカンパチですね。切っ先までバチッと決まりますね。いい感じですね。っていうわけでこの3皿ができたんですけど、ちょっと今日僕お腹空いてないので、ちょうど今僕の事務所の後輩がいるんで、ちょっと後輩に食べてもらおうかなと思います。タレさんも食べていいですか？どうぞどうぞ。お口に合えば。大根めっちゃ好きなんですよ。お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。いや美味しかったです本当に。ありがとう。4時間目で、最後にこのホームセンターで購入した1000円包丁なんですけど、なんだかんだ僕が一番愛用してるやつ。もうこれは完全に僕の腕に馴染むためだけに研いでるんですよ。多分これ賛否両論ありまくると思います。っていうのがですね、まずこちら側の刃の角度と、こっち側の刃の角度全然違うの分かります？これ絵で描くと、こんな形をしてるんですね。もうほぼ出刃みたいな形してるんですよ。両刃の包丁なのに。両刃の包丁をこういった形で研ぐのってすごくタブーとされてて、下手くそな研ぎ方って言われるやり方なんですけど、なんでこんな研ぎ方をしてるかっていうと、このくらいのサバとかアジとかイワシやったらもうこの包丁で僕さばいちゃうんですよ。出刃を使うと、お手入れが大変なんで。で、野菜関係は全部もうこの子が賄ってくれてるんで、もう今この子結構魚用包丁になりつつあるんですよね。なので、魚がさばきやすいように、もうこういった形にしてあります。じゃあどうやってこれ研いでるかっていうと、こちら側の面はコイン1枚か2枚分ぐらいの角度で、こんな感じで研いでます。全体にバリが出たら、こっちは逆に結構立てて、コイン5、6枚分ぐらい立てて、これだけしか研がないっていう。あとはさっとバリを取って、こんな感じにしてます。なんか研ぎ方もちょっと片刃っぽいでしょ？この子でもかなりいい刃がつきましたね。ちょっと試し切りしてみましょうか。今回は晩ご飯のサバの味噌煮用にこういった切り身にしましたけど、やっぱおろしやすいね。やっぱこの形状だと冒頭で言った通りこっち側にこう力が働くんで、最後のチャッチャッってこう中骨を切り離すところ、あれがすごくスムーズにいくんですよね。賛否両論あるとは思いますが、ただ僕が思うのは、自分の包丁をきれいに研いで、商品価値を上げることよりも、うんざりせず、しかも簡単でやりやすい方法で、自分が使いやすいように研いであげるのが一番正解だと僕は思ってます。なんかこれが正解だからってこう変にかしこまっちゃうと、なんか研ぐの億劫な気持ちになりません？あれは正解、でもこれは違うみたいな考え方じゃなくて、その人の家庭のキッチンというか、研ぐスペースでやりやすくて、で、いろいろと負担にならないようなやり方で研いであげて、で、結果、切れる包丁になれば、もうそれが正解だと僕は思います。というわけで今回この3本の包丁の研ぎと、あと表面のメンテナンスをしてみましたけど、いかがでしたかね？研ぎ方に関しては結構我流が入ってますけど、でも結構切れますよ。で、表面のメンテナンス用のこのクリームクレンザーとかのやり方に関しては結構おすすめなので、ずっとやってればピッカピカになりますんで、時間はかかるけど。もし気が向きましたら、皆さんのご家庭の包丁にもね、こういったクリームクレンザーとかを使って、磨いてあげてくださいね。すごく清々しい気持ちになります。衛生面もいいしね。
ということで今回の動画はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。